今回は先日公開したシューティングゲーム、ワーシップシューティング R の基本的な紹介をしていきます。よろしければ最後までお付き合いください。本ゲームはシューティングゲームです。ブラウザや Python による実行形式でプレイできます。なお、本ゲームはスマートフォンゲーム、戦艦少女 R の二次創作ゲームです。純粋なシューティングゲームとしては戦艦少女 R 自体を知らなくてもプレイできますが、知っているとより楽しめます。戦艦少女 R とは中国のゲーム会社ゲンモエが開発運営しているスマートフォン向けゲームです。中国大陸版と日本版の2種類が公開されています。Apple App Store、Google Play で公開されています。2D の戦略シミュレーションゲームです。言ってしまえば艦隊コレクションのリスペクト作品です。カンコレやアズールレーンと同じか多くの艦船のキャラクターが登場します。ボイスは一部キャラにしかなく、ほとんどのキャラは声なしです。しかし声がない分、とにかく多国籍で実装が早いです。そんな多くのキャラクターが戦闘以外でも基地のシステム内で見られます。お風呂に入るキャラなど見ているだけでも癒されます。そしてゲンモエは二次創作に非常に寛容で心が広い会社です。今回二次創作ゲームを出すにあたり問い合わせました。無料なら販売制限とかありません。規約に従ってくれれば気にしません。だいたいそんなようなことを言われました。一安心です。プレイ環境は 1.io を推奨します。理由は次の通りです。Steam のように検索がしやすく、コミュニケーション機能が豊富です。そして、ブラウザだけでなく、デスクトップアプリもあるので腰を据えてプレイできるからです。また、ブースでも公開しています。
こちらでは完全にローカルだけでプレイできるよう HTML ファイルとピクセルのコマンドでプレイできる PixApp ファイルを同梱しています。PC やスマホのローカルでプレイしたい場合はこちらもおすすめです。itch.io を利用する場合の補足です。itch.io からプレイする場合はデスクトップアプリを使うのが最も便利です。デスクトップアプリを使うとネットワークなしで遊べたり、アップデートが自動化されます。一方、ウェブサイト版でも問題なく遊べます。デスクトップアプリ版との違いはほとんどありません。最初はウェブサイト版で感覚をつかんでいただくのが良いでしょう。こちらだと HTML 製のゲームはページ埋め込み式になっています。スマートフォンでサイトを開いた場合でも全画面化して問題なく遊べました。キーボード、マウス、ゲームパッドそれぞれ問題なく動きました。キー操作については説明のここから閲覧できます。英語ですが別途日本語版も用意してあります。その他、ゲームの情報タグをつけているのでどういうゲームなのか分かりやすく表示されます。ゲームの公式サイトへのリンクもつけています。ゲームの紹介についてこちらでご覧ください。日本語以外の方は翻訳機能を使ってご覧ください。さて、いよいよ紹介していきます。言語は英語と日本語に対応しています。ゲームはクエスト、タイムアタック、サバイバルの3つのモードで遊べます。今回はクエストモードで説明します。最初に出撃する海域を選択します。ゲームが進むにつれて選べる海域が増えます。各海域では91から各クエストがマップに散らばっています。出撃したいクエストを選ぶとイベントが始まる場合があります。そして出撃するキャラクターを選択します。最初に選べるのは限られています。他のキャラクターは交渉で建造することで使用可能になります。勝利条件はステージの最後まで進むかボスの撃破です。敗北条件は HP が0になるかボス撃破失敗、時間切れです。キー操作はこうなっています。詳しくはキー操作のページをご覧ください。キーボード、マウス、ゲームパッドいずれにも対応しています。キャ
ラクターによってはキーボードとマウスを併用するスタイルが使いやすいことがあります。ぜひお気に入りのプレイスタイルを見つけてみてください。一定時間が過ぎるとウェーブが切り替わります。ウェーブが進むと敵の編成も変わります。編成によっては敵の進行が激化します。勝つためには定期的に出現するアイテムをゲットしましょう。その他交渉でアイテムを作って事前に持ち込むことができます。特定のクエストではボスが出現します。ボスは通常の敵よりも大きく、行動パターンも様々です。強敵ですが武器によっては楽に倒せるかもしれません。勝つためにはレベルアップも欠かせません。レベルアップは必須ではないので、やろうと思えば低レベルクリアもできるかも。無事勝ちました。無事勝ったら次のクエストへと進みましょう。その他のゲーム要素は順次解説していきます。お楽しみに。